こんにちは、ボスケです。今日はね、藤前干潟に来ています。藤前干潟、こんなところですね。ここでね、何をやってるかっていうと、野鳥を取ってるんですね。ただね、鳥がね、遠すぎてね、ちょっとね、望遠鏡の焦点距離でもなかなかね、届かないところがありますが、ちょっとね、撮り方今回はね、また変えてます。まずね、カメラはね、この間買ったペンタックスの K1 ですね。ペンタックスの K1 に、この望遠鏡、ちょっとね、迷彩模様を施して見えないと思うんですけれど、ビクセンのね、ED80SF っていう鏡頭が中に入っています。そしてね、全体でね、6キロぐらいあってちょっと重い鏡頭になりますので、スコープテックのね、0。これをね、今回はね、携台として使ってます。まあ、携台としてっていうか、雲台として使ってますね。でね、ここにあるのがね、高橋の 76D フラットナーというね、フラットナーレンズを入れてます。望遠鏡だけでね、撮るとね、どうしてもね、増面湾曲って言って、周囲の像がボケてしまうんですけれど、これをつけることによって、周囲までね、ピントを保ったまま映すことができます。今ね、フルサイズのカメラ使ってるんですけれどね、全然画角的にはね、余裕がありますね。いや、今日はね、14時が干潮時間だったんですけれど、ちょうどね、14時前ぐらいにね、雨が降ってきちゃいまして、ほとんどね、撮影する時間なんかね、なかったですね。ということでね、もう、カモぐらいしかね、撮れてないんですけれど、帰ってきました。現地ではね、あまり伝えられなかったんですけれど、まあ、こっちでね、ゆっくり、この機材を紹介したいと思います。今回はね、このような機材をね、組んでみました。現地でお伝えした通り、これはね、ピクセンの ED80SF、2倍玉のね、ED レンズを使った望遠鏡ですね。で、その望遠鏡に、高橋のね、76D フラットナーというフラットナーレンズをここにはめております。で、そのフラットナーレンズを介して、このね、ペンタックスの K1、フルサイズのカメラを取り付けております。でね、非常にね、重いんですよね。全体でね、6キロぐらいになるので、そのね、重量を支える携台も必要なんですけれど、この携台はね、スコープテックの0という携台を使ってます。健康のね、ニュー KDS2 という携台もね、このような使い方に近いことができるんですけれど、耐荷重量が全然違いますね。このスコープテックの0はだいたい7キロぐらいまで耐えられますので、非常にね、信頼性が高いです。でね、実はね、このように微動もできるんですよ、この携帯。ですのでね、まあ、この焦点距離600ミリ程度ぐらいのね、距離だったら、よほどね、フリーハンドでもね、中心とかね、狙えると思うんですけれど、まあ、なかなかね、中心に入れづらいものは、これを使って入れるっていうのもいいですね。でね、カモをね、こうやってね、追っかけてたシーンがあると思うんですけれど、非常にね、滑らかに動くので、ああやってね、鳥をね、スーッとね、追っかけるのはね、非常に適してると思います。ああいう鳥で練習して、例えばね、ISS とかね、追っかけてもいいかもしれないですね。私ね、あんまりああいうことができないんですけれど、手先が不器用なので。で、あと、この携帯のいいことは、ここをね、緩めて、角度調整ができるんですね。角度をこのようにね、調整してやれば、天頂にも向くということなんです。ただね、当然ながら上に向けた方が強度はね、高いですね。どうですか？このね、滑らかさ見ただけでね、この携帯欲しくなっちゃいますよね。で、この携帯で欲しくなったらね、一つ注意点があります。ここなんですけれど、望遠鏡でよく使われる有型有溝形式というものを使って機材をね、アタッチするわけですね。なので望遠鏡側、機材側はこのようなね、有型レールっていうものを使って取り付けるのが基本となります。まあそれが基本ですので、このね、有溝の部分に
アルカスイスをね変換する何か、そういうものをつけてアルカスイスで見るってこともできますが、基本的にはアリ型レールでの取り付けになります。でもね、アリ型もアルカスイスと同じくね、非常にね取り付け取り外しが楽なんですよ。今ね取り外しましたね。今度ね取り付けますよ。はい、取り付けもねワンタッチで取り付けられます。あとねバランスもね非常に取りやすいんですよね。こんな感じで、おっと好きなね場所にね移動できますので、このねアリ型レール自体はね3000円いくらでね売ってるものですので、こういうものをね別途お買い求めいただければ、あとはね DIY とかでね取り付けることができると思います。ではちょっと今回ここをね取り外してみましょう。多分取り外すとバランスが崩れるので、バランスを合わせ直して、ここがねビクセンの ED80SF の接岸部で、そこにまずこれを取り付けてます。これは何かっていうとね、高橋のね共闘回転装置です。スカイ90用だと思いましたが、 FS60CB だとかこのようなね FC76D とかね、そういった小型のね接岸部に取り付けられるものです。これを取り付けることでね、カメラの回転がね非常にスムーズに回転できるようになりますね。でさらにね、その先につけているのが、これがねフラットナーレンズというものです。ちょっとね T リングは取り外してしまいましょう。正確にはワイドリングになりますが、こっちがねフラットナー部分です。実はねビクセンのね ED80SF ってね、高橋の FC76D とで F 値が一緒なんですよね。 F は 7.5 です。そして対物レンズはねフローライトと FPL53 という商材こそ違うんですけれど、ほぼ似たような特性を持ってまして、で同じ2枚玉の空接望遠鏡ですよね。なのでね、私的にはこの高橋のね 76D レデューサーだとか 76D フラットナー、ここがね結構ねマッチングがいいと思ってます。でちょっとね軽く撮ってみた感じでは、フラットナーの方はだいたいイメージサークルが 40mm で、レデューサーに関してはイメージサークルがね 35mm ぐらいになります。ただね、どちらでつけてもフルサイズのカメラで切られることはなさそうですね。特にイメージサークルが狭いこっちのレデューサーに関しても、一番端っこでだいたい光量がね 25% ぐらいになります。 25% 落ちるんじゃなくて元の 25% になります。ですのでフラット補正がねかなりできる方にとっては、その光量差のねギャップをね埋めることはね可能だと思いますし、本当にね一番端っこがね急にガクッとね暗くなるっていう程度なので、イメージサークル的にはねかなり広い、本当はねフルサイズ対応のねレデューサーがあるといいんですけれど、そういったものがないですので、こういったねフラットナーをつけることで、ペンタックスのねK1みたいなねそのようなイメージセンサーのね広い望遠鏡にも対応できると思ってます。あとフラットナーの方はね、あまり天体写真でレデューサーを持ってながらフラットナーを使うってことはあまりないかもしれないんですけれど、こっちのねマッチングもなかなかいいと思ってます。特にね今ねこれがね廃盤されて、マルチフラットナーっていうねフルサイズに対応したねフラットナーも出てますので、そのフラットナーをつければねビクセンの ED80SF にもフルサイズで隅々までね綺麗な星で写せられるようになりますので、もしねビクセンの ED80SF を持ってらっしゃる方がいれば、まずはこの共闘回転リングと、あとはフラットナー、あとはレデューサー、このセットをね買っておけばね、天体撮影にはね鬼に金棒的な存在になると思います。ただねちょっと高橋ですのでね、特にこっちのレデューサーの方は純正に比べると結構高いですが、でもね縮小率がね結構あるので 0.73 倍ぐらいになるのかな。純正だと 0.85 倍ですもんね。あんまりレデューサー効果がない。こっちだとねかなりのレデューサーの効果になりますので、あと隅々のね星の像もね高橋クオリティになりますので、今までのねレデューサーでちょっと不満に思っている方がもしいればね試してみてもいいんじゃないでしょうか。あと次にねフィルターワークなんですが、フィルターに関してはこのねレデューサーやフラットナーと回転装置の間、そこにねここにねフィルターをつけることができますので、フィルターをここにね内蔵させてから、このようにレデューサーやねフラットナーをつけると、特にね困らないかと思います。ほらねむちゃむちゃいい感じですよね。この回転装置の滑らかな動き、あとねこの透明感、ちょっと物欲がね出ちゃいますよね。